生産効率性を上げ、限られた時間内でも成果を上げたい。でも、具体的にどう考えればいいのかわからない。事務所や工場などの職場でこのような悩みはありませんか？この動画では参考になる考え方を解説します。仕事の効率化について、このような動画をシリーズで配信させていただこうと思います。今回の動画では、専従時間と非専従時間について解説します。言葉だけでは分かりづらいので、早速ですが事例を用いて説明します。工場で切削加工を行う際に、マシニングセンターと汎用フライス板があるとします。それぞれで加工する際の所要時間は、マシニングセンターは1個あたり5分、汎用フライス板は1個あたり3分とします。このような場合、フライスの方が早いのなら、わざわざマシニングセンターなんて使わずにフライスを使えばいいのではと思うかもしれません。何個作るのかにもよりますが、実際にはマシニングセンターで加工する工場も多いと思います。マシニングセンターは現在多くの工場に普及しています。なぜ現在ではマシニングセンターが普及しているのかを、専従時間と非専従時間という観点で見ていきたいと思います。ここでいう専従時間とは、人が機械の前につきっきりになることが求められるような時に必要となる時間のことを言います。例えば、汎用フライス板で加工するときには、ワークの脱着の時も、実際に刃物で加工している時も、ずっと人による作業が必要です。よって、この時の専従時間は、フライスで加工している限りずっとということになります。一方、マシニングセンターはどうでしょうか？ワークの脱着は人手が必要かもしれませんが、刃物でワークを加工している最中は人は必要ありません。機械が自動で加工してくれるので、その場を離れて別の作業を行うことも可能です。この人が不要である時間を、ここでは非専従時間と言っています。繰り返しとなりますが、非専従時間は人は他の作業が可能になります。先ほど挙げた汎用フライス板とマシニングセンターでの所要時間は、専従時間と非専従時間を合わせた時間でした。ここでは専従時間だけで両者を比較してみます。専従時間だけで比較すると、例えば汎用旋盤では4個分の加工に従事できる時間内に、マシニングセンターでは12個分の加工に従事できるといったことが起こり得ます。このように人手が必要な専従時間だけで比較すると、専従時間が短い方が生産性が高くなります。マシニングセンターの場合、段取り業務は熟練者が必要ですが、実加工は自動で実施されます。ワークの脱着は比較的誰でも可能なので、人の融通も利きやすいです。一方、汎用フライス板の場合、段取りも実加工も両方とも人手による作業であり、熟練者が張り付いている必要があります。フライス板では数少ない熟練者が機械に張り付いたままとなります。人手不足、また少量多品種で段取り替え回数が増加傾向という環境の中で、フライス板ですと工場運営がなかなか難しいという会社も多いと思います。マシニングセンターを用いると、熟練者が複数台の機械を同時に担当できるので、熟練者の活用という面においても、専従時間が短いマシニングセンターの方が有利となります。専従時間、非専従時間という考え方は、工場内での使用にとどまりません。次の例では、会社の営業活動において見ていきましょう。ここでは、新規品の協力工場への見積もり依頼、必要データが揃った案件の見積書の作成、仕入れ先への納期確認メール送付といった業務があるとします。この時、これらの業務をどの順番で行うのがいいでしょうか？ここでもまずは各業務の専従時間と非専従時間を確認します。
まず、新規品の協力工場への見積もり依頼について、細かく見ると、メールの作成・送信、先方からの回答待ち、先方回答の内容の確認といった3つのステップに分かれるとします。メールの作成送信と内容確認は自分で行わなければならないので専従時間となる一方、先方の回答待ちの時間は自分は特に何もしなくていいので非専従時間となります。このようにそれぞれの業務の流れ、例えば工程の種類や各工程の所要時間などを、これは専従時間なのか、それとも非専従時間なのかといったことと合わせてイメージしていきます。次に必要データが揃った案件の見積書の作成について考えてみます。見積書の作成は人が付きっきりで作業を行う必要があります。よってすべての時間が専従時間となります。最後に仕入れ先への納期確認についてです。この業務は仕入れ先へのメールの作成送信、先方回答待ち、回答内容の確認といった3つのステップに分かれるとします。メールの作成と送信は自分で行う必要があるので専従時間、先方からの回答待ちは自分で何かする必要はないので非専従時間、回答内容の確認は自分で行う必要があるので専従時間となります。以上、3つすべての業務の分析が終わりましたら、その後、どのような順番で仕事をしていくのかを考えていきます。例えば、丸1、丸2、丸3の順に仕事を進めていく場合と、丸2、丸1、丸3の順に仕事を進めていく場合を考えてみましょう。非専従時間は他の専従時間と重なっても問題ありませんが、専従時間同士は重なることができないことに注意してください。この場合、図からもお分かりのように、丸1、丸2、丸3の順で仕事に取り掛かった方が、トータルの必要時間が短くなります。大雑把に言うと、いかに時間を有効活用するかという意識が必要です。具体的には、非専従時間が長い、つまり相手に動いてもらう必要がある仕事からまずは取り掛かり、実質同時に複数の仕事を進めていく。いかに早くボールを相手に渡すかを考えてみるということ。また、どれだけ時間がかかるかわからないものは、まずは少しやってみて、非専従時間を見極める。その上で全体スケジュールを検討する。また、アイドル時間、つまり作業と作業の間の時間が長くなると、どこまでやったかなどを思い出すのに時間がかかってしまうので、同じ業務はなるべく早く続けざまにこなしてトータル時間を短縮する。また、上司の方はなるべく任せられることは部下に任せて自分の専従時間を非専従時間に変換する。そのようにして空いた時間で急ぎではないが中長期的には重要な業務にチャレンジしていくといったことが大事になります。実際には各業務の締め切りや仕事相手などにより臨機応変に対応していきましょう。専従時間と非専従時間という考え方は、今回例に挙げた工場の生産性や営業活動の効率化以外にも、例えば資材業務、品質管理、設計や開発、経理、総務など、すべての業務に活かせることが可能です。まずは各業務の専従時間と非専従時間を改めて整理してみることから始めてみてはいかがでしょうか。この動画を気に入った方はチャンネル登録をよろしくお願いします。今後も製造業に関する役立つ情報を発信していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。